みんな、こんにちはなのだ。今日もずんだもんと一緒に世界のニュースを楽しく見ていくのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、東ヨーロッパに位置するブルガリアなのだ。ねえねえ、みんな、ブルガリアってどんな国家知ってるのだ？実はね、とってもびっくりな豆知識があるのだ。ロシアとかいろんな国で使われているキリル文字であるでしょう。あれ、実はブルガリアで生まれた文字なんだって。すごいのだ。まさか文字の故郷だったなんて。ずんだもんもびっくりしたのだ。そんなブルガリアから今日もとっておきのニュースを全部で3つ持ってきたのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。気象局ブルガリアの2025年11月、過去15年で屈指の暖かさっていう記事なんだけど、なんとブルガリアの2025年11月は過去15年で一番暖かかった月の一つだったらしいのだ。ソフィアでは 21.8 度も記録したんだって。なんだか想像つかない暖かさなのだ。暖かいだけじゃなくて雨もたくさん降って川の水位が上がったりもしたみたいだから、一体何があったのか気になっちゃうのだ。ねえ、今日の動画も面白いなって思ってくれたら、高評価とチャンネル登録も忘れずに押してくれると、ずんだもんがとっても喜ぶのだ。さあ、そんなブルガリアの魅力や最新ニュースを一緒に見ていくのだ。最後まで楽しんでいってね。バラの国、ブルガリアはヨーロッパ南東、バルカン半島の黒海に面した国なのだ。首都はソフィア。約650万人が暮らすこの国は、多くの文明の影響を受け、現在は共和制の EU 加盟国なのだ。ブルガリアといえば、世界に誇るバラの産地、ローズオイルは国の象徴なのだ。人気のヨーグルトもブルガリア発祥なのだ。農業が盛んで美味しいワインも楽しめるし、近年は IT 産業や観光業の成長も著しく、経済発展にも注目なのだ。キリル文字発祥の地としても知られ、独自の文化や美しい修道院、古代遺跡など見どころも多いのだ。温かい人々との出会いもこの国の大きな魅力なのだ。一つ目のニュースなのだ。欧州検察、バルナ前市長ら4人を EU 資金詐欺容疑で起訴という記事なのだ。ブルガリアのバルナ市で元市長さんを含む4人が欧州検察庁に起訴されたのだ。存在しない漁港のインフラ改善と偽って EU と国内の資金合わせて340万ユーロ、日本円で約5億円以上を騙し取ろうとした疑いなのだ。捜査によると、資金を申請した時にはその場所には港は存在せず、岩安な建物があるだけの土地だったのだ。それなのに偽造された公文書や嘘の情報を使って公共機関の職員さんの協力も得て土地を港として登録してしまったのだ。この詐欺行為によって EU 予算には約280万ユーロ、国内予算には約67万5千ユーロもの損害が出たと見積もられているのだ。もし有罪になったら元市長さんたちは2年から8年、他の被告も最大5年の懲役刑になる可能性があるのだ。この事件は欧州不正対策局からの報告で発覚したのだ。まだ裁判はこれからだけど、ずんだもんもこの問題がどうなるかしっかり見ていくのだ。二つ目のニュースなのだ。気象局、ブルガリアの2025年11月、過去15年で屈指の暖かさという記事なのだ。ブルガリアの2025年11月は過去15年間で特に暖かかった月の一つだったのだ。全国気象局の報告によると、平均気温は 7.5 度から14度の間で、平年より 1.5 度から 4.5 度も高かったのだ。一番暖かかったのは11月2日のベリコ、タルノボで 25.9 度だったのだ。ソフィアでも11月1日に 21.8 度を記録したのだ。一方で一番寒かったのは11月25日のチェペラレでマイナス 4.4 度、ムサラ山の頂上ではマイナス12度にもなったのだ。降水量も平年並みかそれより多かったのだ。2024年11月よりは多かったけど、
2023年11月よりは少なかったのだ。特にソフィアでは月間の降水量が 63mm で平年の 165% もあったのだ。雨がたくさん降った影響で11月には何度か国内の川の水位が上がったのだ。全体的に見て2025年11月は暖かくて雨も多い月だったのだ。3つ目のニュースなのだ。ブルガリアの2025年1月11月の交通事故死者数は414人という記事なのだ。ブルガリアの道路で2025年1月から11月までに交通事故で414人もの人が亡くなったのだ。これは内務省が発表した暫定的な数字なのだ。去年2024年の同じ時期と比べると亡くなった人の数は18人も減ったのだ。少しは良いニュースなのだ。この期間にブルガリアでは6139件もの事故が起きて7646人が怪我をしたのだ。たくさんの人が苦しんでいるのだ。特に11月だけでも506件の事故で40人が亡くなり634人が重い怪我をしたのだ。気をつけるのだ。ちなみに2024年のブルガリアの交通事故死亡率は EU の中で2番目に高かったのだ。人口100万人あたり74人なのだ。一番高いのはルーマニアだったのだ。でも2024年の死亡者数478人は2023年よりも 9% も減っていて少しずつ改善されているのだ。これからもみんなで安全運転を心がけて悲しい事故が減るといいのだ。ブルガリアはバラやヨーグルト、文化が豊かな国なのだ。今日は詐欺事件や交通事故の課題、そして暖冬や経済発展の話もしたのだ。いろいろなニュースがあったけど、事故死者数が減るなど良い兆しも見えたのだ。これからもブルガリアの発展をズンダモンは見守って応援していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。